home。 僕の部屋にお帰り NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。この番組は NCT127 のゆうたが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。今日は皆さんからのいただいたメッセージをたっぷり紹介しようと思います。本当今日ねメッセージ読む回になるぐらいメッセージをね本当たくさん読みます。楽しみにしてほしいなと思います。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT127 でラブソング。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。ラジオネーム時から解放、進めば道さん。かっこいい。一番初めのラジオネームからかっこいいぞこれ。ゆうたくん、菅野陽子さんの楽曲お好きですか？菅野陽子さん知らないかも。映画、ドラマ、アニメなど、数ある中でも僕は TV アニメカウボーイビバップのテーマ曲シートベルトさんのタンクが最高や。関西人やねこの子。最高やと思ってます。この作品見たことあります？たまんないっすよ。オープニング映像がクールでかっけー。ネットフリックス実写ドラマ版でアニメオープニング風トレーラーを公開したんで合わせてチェックしてみてください。ちょっと待って、宣伝してるやん。メッセージちょうだいっつってんのにここでさすが関西人やね。めっちゃ宣伝してくれてるやん。ありがとう。絶対見るよ。ありがとうね。こんなに熱意あるメッセージ久しぶりやわ。ありがとうね。ぜひね、菅野陽子さん、そしてアニメカウボーイビバップぜひ見てみようと思います。ありがとうございます。ラジオネームぐちこさん。私は兵庫県に住んでいる女子大生です。私には3人のシズニー友達がいるのですが、シズニー会というのを開いてみんなで NCT を語り合うという楽しいことをしています。だいたいカムバック後に集まるのですが、この曲の〇〇やばないみたいな話を何時間も繰り広げています。このような感じでゆうたくんたちに会えない日々を楽しく過ごしています。ありがたいですね。ですがやっぱり生 NCT に会いたい気持ちでいっぱいです。アルバイトも勉強もコンサートに行くために頑張っているようなものです。早くみんなに会えることを楽しみに待っています。これからも忙しい日々が続くとは思いますが、健康に幸せに楽しく過ごしてください。ゆうたくんに幸せをたくさんいただいているので、これからもずっと応援しています。ゆうたくん大好きですと。ありがとうございます。地味に嬉しい。なんかたまにあるじゃん YouTube で新しいミュージックビデオが出たらさ、最近流行ってんじゃん。見て友達とかと見てリアクション動画だね。リアクション動画とか見るとさ、すっごい嬉しくなる。だからフェイバリットのやつも見たし、スティッカーのやつも見たんだけど、キャーとかさ言われるとさ、うわー頑張った甲斐あるなとか思いながら、すっげーいい反応してくれてるじゃんとか思いながら、だからこれからもね NCT 界盛り上げていってほしいなと思います。俺多分見るで、動画とか上げてくれたら。なのでありがとうございます。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームなっちゃんさん。ゆうたくんただいまお帰り。毎週仕事後に今日も頑張ったなと思いながらゆっくりラジオを聞かせてもらってます。先日テーマパークのお話をしていましたが、私はフロリダのディズニーワールドで働いていたことがあり、私の大好きなディズニーワールドに行ってほしいです。全部で4パークあり、忙しいゆうたくんとメンバーが全パークを1日で攻めるのは正直若干厳しいです。ですが私がいたマジックキングダムというシンデレラ城があるメインのパークでは毎晩何千発もの花火を打ち上げるショーがあり、ディズニーのキャラクターたちが自分が望めば夢は叶うことを改めて教えてくれます。涙なしには見られないので見てほしいです。コロナでなかなか思うようにいけないこともあると思いますが、歩みを止めず夢を追いかけ続けるゆうたくんのように、私も自分のペースで前に進めたらいいなと思っています。ゆうたくん Have a magical day。これは私がゲストによく言っていた魔法の言葉です。これでマジカルな一日になりますようにといただきました。ありがとうね。フロリダのディズニーランドだからさ、行けるね時間とか時期がねあるか分かんないけど、本当に行ってみたいね。しかも何千発も花火が打ち上がるんでしょ。メンバーとかとさ、それこそいつかねフロリダとかでコンサートして空いてる日にね、こういう花火をバーって見たらすごい忘れられない思い出になるんだろうななんて思いながら、今ねこのメッセージ読んでました。なっちゃんさんにもマジカルワード Have a magical day という言葉をね送りたいと思います。
はい。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームちーちゃんさん。ゆうたくんただいま。おかえり。私にはほんの些細なことですれ違い、学校で会っても話すことも謝ることもできないまま1年経ってしまった友達がいます。卒業する前に直接謝って仲直りしたいと思います。ゆうたくんにお願いです。私の背中を押してくれませんかと、メッセージいただきました。ちーちゃんさん。そうだね、まあ結構あるよね、すれ違いで。まあ俺も結構あったし、難しいところなんだよね。だからこれさ、学校だからさ、俺さ、メンバーとよくすれ違ったりするとこもあるじゃん、やっぱね、仕事上ね。で、よく喧嘩することもあるし、なんかその場で謝ることはできない時とかもよくあるのよ。なんだろうね、やっぱり同じチームじゃん。同じチームで、ね、メンバーたちだから、こう、やっぱり話し合う機会とかっていうのを設けるんだけど、もともと俺も、こう、謝ったりとか、もういいやってなっちゃうタイプなのよね。諦めちゃうタイプだったんだけど、なんでこの韓国に来てチームを作って、こう、ちゃんと向き合えるようになったんだろうって考えた時に、やっぱりね、同じこう、目標に向かって歩んでいかないといけないメンバーだからね。だから学校だからこそ難しいというところあるかもしれないけど、やっぱね、どっちかが歩み寄らないとこれはね、解決しないと思うし、だからあれじゃないかな。友達も待ってると思うし、友達も多分ね、1年間多分同じ気持ちでいると思うよ、ちーちゃんさんと。だから、難しいとこだけど、やっぱしっかりこう、謝りたいだったり、仲良くなりたい、っていう気持ちがね、ちーちゃんさんにあるのならば、明日にでも、言って、仲直りした方がいいんじゃないかなと思います。なんか今だったらさ、それこそ、俺が小学校とか中学校の時もあんまこう LINE とかが主流じゃなかったから、やっぱ直接 Twitter 謝るっていう方が多かったんだけど、今だったらさ、もしこう面と向かって言う勇気がないとかね、あるじゃん。あったら LINE とかでもいいんじゃないかな。そこからスタートして徐々に距離詰めていくとかでもいいし、なんか方法はいっぱいあると思うので、ちーちゃんさんのね、なんていうかな、ペースでしっかりこう仲直りしてくれたらなと思います。はい。ここで一曲、お送りしたいと思います。エド・シーランで Beautiful People フィーチャリングカリード。お送りしたのはエド・シーランで Beautiful People フューチャリングカリードでした。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、今日はですね、本当にリスナーさんからのメッセージをね、たくさん紹介する日なので、どんどん紹介していこうと思います。ラジオネームあゆなぎさん。イルミネーションが綺麗な時期になってきましたね。そうだね。昔は冬が嫌いだったけど今は好きです。ゆうたくんは嫌いだったけど好きになったものは何かありますか？ゆうたくんが笑顔だと幸せです。たくさんの笑顔が見られるようこれからも応援しています。ありがとうございます。嫌いだったけど好きになったものか。なんだろう、野菜全般は嫌いだったけど好きになったかな。あとはなんだろうな、俺別に嫌いなものあんまりないからな。ごめん、今考えようと思ったけど、あんまなかったかもしんない。イルミネーションね、今すっごい綺麗な時期だから、なんだろうな、冬をね、あゆなぎさんも楽しんで、彼氏さんがいれば、イルミネーション歩いてみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム、もなかさん。ゆうたくんただいま。毎週楽しく聞かせていただいています。ゆうたくんに相談です。娘が進学のために上京します。きっともう一緒に住むことはないんだろうなと思い、とても寂しくて考えただけで涙が溢れてきます。残された時間を大切にしなきゃ、娘に何かしてあげたいと思っても日々の生活に追われてなかなかできないです。豊かな韓国が決まって家族との残された時間はどう過ごしましたか？家族にしてほしかったことなどあったらぜひ教えてください。なんだろうな、俺それこそ僕はあれなんですよね、未だに忘れられないのが、俺このラジオでも言ってるんですけど、韓国に行くって決まってから言ったんで、それこそ残された時間とか、もなかさんみたいに俺のお母さんはこう何か俺にする時間も俺が与えないまま行っちゃったから、こういうさ、なんかメッセージ読むと未だに思い出すんだよね。契約の日にお母さんがホテルの前でお別れしたんだけど、それこそめちゃくちゃなんだろうな、寂しそうなお母さんの後ろ姿とタクシーに乗って離れていく俺のね姿が未だにこう思い出すんだけど、やっぱね寂しいよね。俺もなんかちょっと今喋りながらやっぱ思い出すとジンときちゃうんだけど、多分それは娘さんも
分かってると思うし、だから普通に接してあげることが多分娘さんにとってもこうちゃんとこうなんていうんだろうな、独立する一つのきっかけになるんじゃないかなと僕は思います。逆にこう何かされればされるほどなんかやっぱ自分の目標だったり自分の突き進みたい道にね甘えが出ちゃったりすることの方が多いから、だからやっぱりねそのことに関してはすごく僕両親にすごく感謝してます。なんか俺が行くって言った時にこう行かないでっていうより、じゃあ行ってこい戻ってくるなよってこう軽くねこう突き放された感じだったんだけど、それが逆にこうなんて言うんだろうな、俺じゃあもう帰ってこれないんだなっていう気持ちで行けたから、だから娘さんのことをこう応援してあげるのであれば、僕は何かしてあげるとかじゃなくて黙ってこう見届けてあげるっていうのがすごく大事なことなんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームモッツァレラチーズさん、ゆうたくんただいま。毎週めちゃめちゃ笑わせてもらってます。ありがとう。私はついこの間19歳になりました。大人になるまであと1年なんて信じられへんし、この1年はあっという間なんやろなと思うと大人として生きていける気がしません。ゆうたくんが思う大人になるまでにやっておくべきことや身につけておいた方がいい力などありますか？教えていただいたら嬉しいです。でも俺26だけど19の頃と変わったことはないよ別に。むしろこんなもんなんだと思ったもん。年ってやっぱ関係ないなって俺思った。やっぱもちろんね経験とかなんかそういうのは騙せないけど、そうじゃない部分もあるなって思ったから、別にその大人になるっていうことは気にしなくていいと思う。自然になっていくし、なれない人はなれないし、なっていく人は自然になっていくから、だからこういうことを考えるっていうことは多分もう大人になる準備ができてるんじゃないかなと思います。はい、応援ありがとうございます。じゃあラジオネーム夏みかんさん、ゆうたくんただいま、おかえり。私は熊本出身なのですが、ゆうたくんの関西弁を聞くと方言で喋りたくなって家族に電話してしまいます。ゆうたくんはこれを聞くと会いたくなるものなどありますか？これからも心と体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。これを聞くと会いたくなるものか、なんだろうな。それこそふとしたさっきのこうメッセージとかでさ関西弁が見えたりすると、俺もこう関西人として大阪とか、家族とかね地元にいる友達に会いたくなるし、自分の過ごした方言だったり言葉っていうのを聞くんじゃなくて見るだけでもはってなるし、あとそれを聞いたらすぐ戻っちゃうね。やっぱりね、俺さっきもそうだったと思うんだけどすぐ関西弁になっちゃうし、まだそういうのはあるかなと思いますね。じゃあ次行きます。ラジオネームゆゆさん、ゆうたくんただいま。大学受験を控えている受験生です。毎日朝も夜もずっと勉強しています。時々もうやめたいな、疲れたなと思っちゃいます。ゆうたくんはくじけそうになったりしんどいなと思うことにどうやって向き合ってますか？ NCT とゆうたくんのラジオは私の唯一のリラックスタイムです。いつもありがとうございます。これからも大好きやでといただきました。そうだな、やめたいなと思う時俺もあるよ。やめるのはすごく簡単なことだから、俺こっち来てもう10年だから、その10年をさ1回の言動とかさ行動でさ終わりにさせちゃうなんてあまりにももったいないなって思っちゃうわけ。ほんとそこかな。あとファンのみんながいること、ほんとその2つがなければなんかすぐこう諦めちゃうタイプですよ僕もね。やっぱこう背負ってるものだったり、やっぱある程度こっちに来た時に帰ってこないつもりでいたし、ある程度こっちに荷物下ろした瞬間に覚悟はしてたから、それかな。なんかもう責任感と、あとはそうだな、この10年頑張ってきた自分に対してなんか裏切っちゃうなって思っちゃうから、頑張ってここにいてやってますね。だからそれも一緒なんじゃないかな。大なり小なりいろいろあると思いますけど、大学受験もこう今までやってきたことがあるわけだから、その一時の気の迷いというか、一時の感情に流されるのはすごくもったいないなと思うので、これはダイエットとこの諦めちゃうみたいな、なんか弱音になっちゃうってことはもう気合しかない。だから頑張れ。ただ言うよ、頑張れ。メッセージありがとうございました。じゃあさて続いての曲いこうと思います。NCT127 で0マイル。NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお聞きの皆さん、
たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツ60 Seconds with Yuta。 1週間の疲れを60秒で癒していこうというコーナーです。ストレスを減らす Tips を毎回3つご紹介します。その1、ポジティブな言葉を考えてみる。最高とかいい感じとかね、口にするだけでもすごい効果があると思います。その2、瞑想する。やり方は YouTube などを参考に。その3、動物園や水族館に行ってみる。これは癒し効果があるかもしれませんね。以上、今週の60 Seconds with Yuta でした。それでは引き続き NCT127 Yutaの Yuta at Home をお楽しみください。 NCT127 Yutaの Yuta at Home。 Yuta at Home。 今週の NCT127 Yutaの Yuta at Home いかがだったでしょうか。メッセージをね、こんなにたくさん読む機会がなかなかなかったので、すごく良かったですし、一人一人こうちゃんと向き合えて答えれたかなっていうのは多々ありましたね。ありがとうございました。最後にですね、この方のメールを紹介しようと思います。ラジオネーム羊の皮をかぶったヤギさん。私は最近身近なところにアイドルを見つけました。それは文房具です。この前久しぶりに文房具屋さんに行った時、ピシッと並んだペンやノートがまるでステージの上に立っているスターのようにキラキラして見えて、すごくワクワクしました。キラキラなスターのゆうたさんにとってアイドル的な存在のものはありますか？アイドル的な存在、やっぱり音楽かな。音楽はなんかすごくキラキラして見えるし、なんか音楽っていろいろあるじゃん。ヒップホップもあれば、なんかバラードもあるし、幸せになれるような曲もあるし、なんかそれぞれ曲によってキラキラしているものは違うけど、やっぱりその曲を聴くとなんか憧れもありますし、アーティストもしっかりですけど、その曲をステージ上でかっこよくパフォーマンスしてるアーティストさんだったりね。だからやっぱ音楽はなんだろうな、ヒーロー的な存在かなと思いますね。はい、皆さんの声をこれから僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語で Yuta at Home です。それではお別れの時間となりました。 NCT127 Yuta の Yuta at Home、 DJ は NCT127 のYuta でした。次回も僕のお部屋に遊びに来てください。バイバイ。세계 영화라는 거 지구 말로는 그걸 LV 네 맘이 시키는 대로 말했던 대로 움직여도 된다는 말이야. 우리끼린 달달하게 팍팍 쉬고 눈치 따윈 보지 말고 내가 벗으란 말이야. 걱정하지 말고 그냥 팍팍 믿어. 너만 그래도 돼. 내 그럼 너의 것이야. 내 옆에 너 꼭 붙어 있어봐. Like a sticker. 내 작품의 주인공은 너니까. Like a sticker. 홀 아픈 세상은 신경